こんにちは、ペンタロウです。川崎カーと言われるようにいまいちちゃんとしていないと巷で評判の川崎。そんなあと一歩の谷にいる川崎バイクにむしろなぜか興味が湧いてしまい、新しいものが出るとつい飛びついてしまう奇妙な魅力に取りつかれたペンタロウが、最近の川崎車遍歴と気になる川崎モデルを紹介します。 Z125 プロ、個人的にゾンビと呼んでいる Z125 プロは生産はとっくに終了しているのにメーカーサイトにずっと載っています。多分各地に在庫がたんまりあるんでしょう。ホンダグロムチームに勝てそうもないのでアップデートを諦めて生産終了したような感じになっています。4速トランスミッションなんですけれども、逆にシフトチェンジが少なくて乗りやすかったりもします。全体的にコンパクトなのでハンドル位置が低くてシートも薄く直立でケツ板まっしぐらという仕様になっていまして、いろいろ自分好みに改造しないと乗りづらいという人も多かったかもしれません。ペンタロウはまずケツ板対策としてアメリカ仕様の純正ハイシートで乗っていましたが、そうすると今度はハンドルが低くてハンドルを上げたいなっていう風に思ったり、どんどん手を入れたくなってしまうという、そんなバイクでした。なかなかにアグレッシブに走れて面白いバイクで、下道ツーリングが楽しいバイクです。在庫残りの新車が割と安く売っているので、ちょっとした遊びマシーンを欲しいと思っている人は狙ってみるといいかもしれません。 Z400、当時 CB250R を買おうと思っていて発売が延期になって、代わりに軽めで下道ブイブイ走れるというものを探していて、 Z400 がいいかなと思って良さげだったので買ってみたんですが、時速100キロ前後のハンドル振動がだいぶやばかったですね。仲間のエリミネーターは全然平気になってまして、後発でおそらくその不快な振動を対策したのではないかと思います。購入するときは忍者400とどちらにしようか迷っていたんですが、 Z の方にしたのが運の尽きで、たまたま購入した Z400 が外れ車両でまともに動かず、販売店で修理すると言っても結果いろいろあって1年治らずという話は鉄板ネタでよくしているんですが、所有期間は1年なんですけれども、乗っていた時間は賞味1ヶ月ないぐらいのとても残念な状況になってしまいました。結局あの不良車両はその後どこでどうしているのか気になるんですが、ちゃんと直されて誰かの手に渡っていったのか、海外にでも売られていったのか、消息は不明です。 KLX230SM、 モタードの KLX230SM は軽量で下道を楽しく走れて、意外に高速も走れるというなかなかに万能感がある不思議なバイクです。登場した時は排ガス規制の関係で発売当月いっぱいしか生産ができないという凄まじい状況になっておりまして、少量生産で引退という奇妙な状況になっていました。まさか1ヶ月だけ生産販売して終了するというのは普通では考えられないので、また 1,2 年で復活するんだろうなというふうに大方で予想されていましたけれども、その通りオフロードの KLX230 と合わせてシェルパも追加されて復活しました。話題にはなって一部には喜ばれているんですけれども、台数は出ておらず、今後も細々と生産しながらエンジン共用のファミリーと合わせて頑張っていこうという、そんな作戦かと思います。エストレア、重厚な乗り味の 250cc エストレア、車体は小さく重くもないので身長が低めの女性にもおすすめです。今時こんなにメカメカしいフィーリングの 250cc というのも珍しく、とても特徴的です。ふとエストレアをレンタルで乗りたいなと思いまして、レンタルで置いてあるところをいろいろ探したんですが、なかなか多くなくて近場に見当たらなかったので、じゃあ買っちゃえばいいかということで買ってしまった経緯があります。しかもなぜか土地狂って2台買ってしまいまして、ごくたまに乗る状態で倉庫に眠っておりますが、あまり動かさないのもかわいそうなので、そろそろ1台手放そうといつも思ってるんですけれども、なんだかんだまだ手元に置いてあります。 ZX4R、 超高回転エンジンの4気筒バイク ZX4R ですが、クイックシフターもあってシンプルに勝ち回していくのがなかなかに楽しいバイクになっています。それでいて回さなくても普通に乗りやすいので、期待を裏切る万能バイクになっています。いい方に期待を裏切ってくれているのでとてもありがたいんですけれども、あとは積載力があればさらに何でもできる完璧マシンになるので、積載部品で拡張していきたいんですけれども、使えるキャリアなどは少なく、汎用的なサイドバックとかをうまいことくくりつけるとかですね、そういった形が現実的かなという仕様になっています。2掛けフックはなかなかに多いので、汎用品を使いやすいというところはメリットですね。この ZX4R は手元に来た経緯は Z400 が先ほどお話しした通りちょっとあれだったので、販売店との協議の末差し替えたという風な経緯になってます。
Z400 がなかなか治らないねみたいな話をしていたところ、ちょうどこの ZX4R が発売になり、青色が魅力的だったので、じゃあこれ買うかっていう風な話で進めていったという風な流れです。これの丸目が出るという噂はしばらく流れていますが、今のところ噂止まりですね。タイミングが悪いとホンダがまた CB を出して潰しに来そうなので、その辺の動きによるんでしょうか。エンジン勝負になるとホンダ相手では少々分が悪いところもありますし、今後どういった横展開がされていくのか興味津々でウォッチしています。 ZE1、 電動バイクの ZE1 ですが、こちらは航続距離が60キロくらいと巷で役立たず扱いをされている存在です。愛用している立場としてどうかというと、実際に役立たずです。片道20キロ圏内しかほぼ移動できないので、そういう近所の移動限定という使い方になります。20キロ圏内の移動だけどちょっと寄り道しようかとか考えてしまうと、ちゃんと帰れるかどうか計算しないといけないので、きっちり予定通り動くという使い方でないとなかなかに厳しい状況になります。ただし加速は爆速で、ストップ&ゴーが多い都市部なら多分最速移動ができます。夏場全く暑くないというのもメリットですね。車体100万円ちょっとでバッテリーが70万円くらいという、車体はおまけくらいの価格設定なので、バッテリーが弱ったら悲惨なことになりそうというのがちょっとビクビクするところです。 W230、鳴り物入りで登場した W230 と目黒 S1 ですが、実際結構売れていまして、今年の 250cc ランキングでは上位は確定というところだと思います。レベルは E クラッチでまた改装しているので、ちょっとそこに勝つのは難しそうですけれども、この W230 はこのまま販売台数が伸びていくかしぼんでいくかはこれからの動きが気になります。車重が143キロととても軽量なバイクになっていて、見た目がよく似ているエストレアとは真逆の性能になっています。エストレアの方は重厚感があって、こちらの W230 の方は軽快感というところですね。軽くて気軽に走れて足バイク適性がとても高いので、日常のお供に最適だと思います。正直 125cc 気分くらいで乗れるので、バイクに乗る精神的障壁が少なく、自然に乗る頻度が増えるかもしれません。社外品パーツで積載もなかなかにいけるようになったので、パーフェクト足バイクが完全体に進化したというところに現在おります。ペンタローはキャリアと箱で武装して、より日常使いが便利になりました。あとはエストレアのように純正ハイシートを出してくれると、個人的には完璧だと思ってるんですけれども、それがあれば抜群に乗りやすくなるという人も多いかなと思うので、ぜひ川崎さんにはオプションを追加していただけるととてもありがたいなと思っていつも眺めています。Z900RS と Z900RS50 周年記念モデル、川崎プラザに通うようになったきっかけがこの Z900RS50 周年記念モデルの赤色に惹かれて訪問したら、順番待ちですぐには買えず、当時標準モデルも品薄でなかなか買えなかったところ、50周年登場でキャンセルが出たという青色がそこにあって、まさかの即納とのこと。じゃあこれ買って50周年の順番来たら乗り換えると言って買って帰ったのが Z900RS との付き合いの始まりです。 Z900RS は十分にパワフルでありながらマイルドに乗りやすく仕立てられていて、とても乗りやすく、車重も215キロ程度で扱いやすくなっています。その後50周年の順番が回ってきて予定通り乗り換え完了しました。ただその後なんか乗るのがもったいなくて、眺めてばかりで走行距離が伸びず、乗りたい人に譲ろうと思い手放して今に至ります。電スロになって大幅アップデートされそうな2026年モデルがどんな仕様と価格になるのか楽しみです。ホンダが CB1000F で本気モードで川崎を潰しに来るようなので、値段を抑えめにして戦ってくるのかどうなのか、この辺は戦いの行く末が気になります。大幅アップデートをするけれども、まさかの値段を一切上げないという快挙を川崎さんにはぜひ成し遂げていただけるととても嬉しく思います。ここから川崎の他の気になるバイクについてのお話なんですが、まず W800、 こちらは W シリーズの兄貴分ですね。 800cc くらいの2気筒エンジンです。ずっと前から気になっていまして、いつも手を出そうと思ってなんだかんだ手を出さず今に至ってるんですが、いつまで販売を継続するかは今のところ謎です。なくなるという噂は数年前からずっとあるので、いつどうなるかわからないんですが、なくなるという話になるとうっかり買っちゃいそうなので、ペンタローがうっかり買わないようにまだしばらくなくならないことを祈っています。ペンタローは手元にこういった鼓動関係の2気筒エンジンでモトグッチ V7 という縦置き空冷 V ツインエンジンのバイクを持っていまして、
他にはヤマハの SCR950、こちらは横置きの60度 V ツインです。この辺とキャラクターが被るので、手を出す際には何らか整理しないと倉庫の肥やしになりそうですね。次は H2、スーパーチャージャーを乗せた変態バイクですが、この変態感はどうしても味わっておきたいので、いつも気になって見てるんですけれども、どちらかというと忍者の方ではなくて Z の方が気になっています。忍者と Z ではフレームから違うようで、動力側のセッティングも違うので、だいぶ走りの性質が違うようなんですけれども、販売店の方の話では Z の方がだいぶアグレッシブに走れるぞということのようです。スタンダードモデルと SE がありまして、 SE の方には電子制御サスペンションが搭載されています。どうせ買うならこの電子制御サスペンションを味わいたいなというところなので、 SE に手を出したいところですね。ということで、川崎はそそられるバイクを出してくれる稀有なメーカーですが、手元の川崎車が減ってきたので、また川崎プラザでも覗きに行こうかと思います。よろしければ高評価、チャンネル登録お願いします。ラジオチャンネルでバイクの小話、メンバーコンテンツでプライベートな話をしているので、よろしければそちらもご覧ください。じゃあまたねー。